テレビで Fire TV スティック使ってる？この環境、そのまま車内にも作れます。んで、こっちのアイテムは価格を抑えたカーアダプター、YouTube や Netflix が見れちゃいます。車内に HDMI ポートを簡単追加。それと、オッドキャストの低価格アダプターってどんなもん？今日はこの2本立てでお送りします。皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。AI ボックスで人気のオッドキャストから新しいアイテムが2つ登場しております。今日はこの2つのアイテムをいっぺんに紹介していきます。いっぺんにというのは、この2つの製品を1つの動画内で1つずつどちらもレビューしていきます。最後の方にお得なクーポン情報もありますので、よかったら最後まで見ていってください。これ先に言っときますと、概要欄のリンクから最後の方に説明するクーポンを使うと、今ならどこよりも安いです。Amazon でプライムで先行セール始まっていますが、それよりも安いです。お見逃しなく。まずはじめにオッドキャストのカー TV メイト、そして次にオッドキャストのプレイ2ビデオプロ、この順番でレビューしていきたいと思います。果たしてどのようなアイテムなのか非常に楽しみです。はい、早速いきますよ。まずはオッドキャストのカー TV メイト、こちらの製品から試していきます。ここに載っている通り Amazon の Fire TV スティックや Google Chromecast など HDMI ポートを使って便利になるアイテムが車で使えるようになりますというアイテムです。開けていきましょう。カー TV メイトは車の USB-C ポートか USB-A ポートを使って簡単に外付け HDMI ポートを追加することができるアイテムです。オッドキャストのロゴが入ってます。七草のアウトランダーもそうですが、新型なんですが最新の年式ではないので、車に HDMI ポートが付いていないんですよ。また年次改良後の2024年モデルのアウトランダーは標準で HDMI ポートが付いているんですが、標準装備なので HDMI ポートに何かを接続してみようとしても、おそらくですが走行中は見れない仕様になっています。だとしたら標準で HDMI ポートが付いていてもあんまり意味がないですよね。このカー TV メイトは車にある USB-C か USB-A のポートに接続するだけで HDMI ポートが増やせる、かつカー TV メイトの HDMI ポートに他の機器、例えば Amazon の Fire TV スティック、これを接続することで走行中もキャンセラー不要で映画や YouTube が見れてしまうというアイテムなんですね。ご家庭で YouTube をテレビで見ていらっしゃる方、おそらく Amazon の Fire TV スティックを使っている方が多いと思います。その Fire TV スティックを車で使うことができてしまうというアイテムなんです。もちろん Fire TV スティックは一例で HDMI ポートに接続して使用する機器、例えばオッドキャストの公式でも出していますが、 Nintendo Switch などのゲームも接続して遊ぶことができます。これはお子様にもいいですね。箱の中身はこの3点のみ、至ってシンプルです。本体から見ていきましょう。まずは本体です。手のひらサイズでめちゃくちゃ軽いですね。表にオッドキャストのロゴが入っています。背面には側面に USB と HDMI のインポートがあると書いてありますね。本体にはこの2ポートのみです。暗くて見えづらいですね。これで見えますね。左側に HDMI ポートが1ポートと右側に USB-A が1ポートあります。この USB-A は主にファームウェアの更新だったり Fire TV スティックを使う場合は電源ポートとして使います。そして本体から出ているケーブルはポートに接続するタイプではなく、本体にもともとくっついているタイプです。なので本体側は抜き差しできません。本体から車間のケーブルですが、素材がビニールではなく、オッドキャストの AI ボックス P3 についているケーブルと同じ耐久性に強い素材のケーブルになっています。次ですが、 USB-A を USB-C に変換するアダプターが一つついています。これはもともと本体側のケーブルの先端は USB-A なんですが、ここを USB-C に変換して使うことができるアダプターですね。次、説明書です。内容は全て英語で書かれていました。ただあまり説明書を見なきゃわからないものではないので、接続の仕方さえわかれば使えるものです。もしわかりづらかったらこの動画を見てください。で、表面にあるこの穴は LED ランプです。で、側面のポート側にあるこの穴はリセットボタンです。はい、この製品どのように使うかというと、七草がパッと真っ先に思いつくのがこの Amazon の Fire TV スティックですね。この Fire TV
TV スティック、もうご存知の方は多いのではないかと思いますが、 Amazon が販売しているテレビで Amazon プライムビデオ、Netflix、YouTube などが見れるテレビの HDMI 端子につなげて使うアイテムなんですよ。これね、七草の家は各テレビに一つずつつけているぐらいめちゃくちゃ使っているアイテムなんですが、これが車で使えるようになるということなんですね。これがだいたい一番下のもので5000円ぐらい、この 4K 対応しているものは7000円ちょいぐらいだったと思いますが、あと 4KMAX っていう一番上のものが1万円ぐらいだったかな。それぐらいの結構ねお手頃な値段で買えるんですよ。でもそれは通常価格で Amazon のセールの時にもっとめちゃくちゃ安くなるので、その時に七草は予備のものまで買っておりました。なのでこれは今余っている新品のものなんですが、これをね車で使っていこうと思います。ちなみにその Amazon の年に一度のめちゃくちゃ安くなるプライムデーセールですが、ちょうど今開催中です。7月の16、17日がプライムデーセールで、先行セールが7月11日から始まってます。こちらも概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。Fire TV スティックどのようなものか見ていきましょう。内容はこれで全部です。こちらが本体ですね。こちらをテレビの HDMI 端子につなげて使います。本体に電源供給するためのケーブルですね。本体だけ HDMI ポートにつなげても HDMI ポートからは電源が取れないので、別途 USB かコンセントから電源を取る必要があります。お、ここ未だにマイクロ USB だ。これ去年のプライムデーとかに買ったんで、もしかしたら最新のものは違ってるかもしれません。知らんけど。構成はこんな感じです。あとね、本体の HDMI 端子の形状でテレビにうまく接続できない場合があるんですよ。テレビ側の HDMI 端子に接続するときに本体側のこのねボディが干渉しちゃって接続できないとかね、そういう時はこの HDMI 端子若干延長ケーブルを使いましょう。はい、Fire TV スティックを使うことでテレビでこのようにプライムビデオや Netflix、YouTube を見ることができます。Fire TV スティックは音声検索もできますし、リモコンの使い勝手はめちゃくちゃいいですね。今これテレビで YouTube を見ていますが、それぞれ契約しているプライムビデオや Netflix、Hulu なども見れますからね。はい、Fire TV スティックはこういうものでしたという説明でした。はい、車内にやってまいりました。早速試していきましょう。今回の CarTV Mate もオッドキャストの AI ボックス Picasso 2や P3 と同じように有線式のカープレイに対応している車種で使えます。車側の USB-A、USB-C どちらのポートに接続しても使えますが、今回は変換アダプターを使って USB-C ポートで試していきます。車と CarTV Mate を接続します。接続したら本体の LED が赤く点灯します。少し待っていると LED が青の点滅に変わります。この状態でナビ画面には HDMI ポートの図が映ってノーシグナル、何も接続されていませんと出てきております。この画面になったらあとは CarTV Mate の HDMI ポートに使いたい機器を接続するだけ。今回は先ほど紹介した Amazon の Fire TV スティックを使います。CarTV Mate の HDMI ポートに Fire TV スティックを接続します。この状態ではまだ何も変わりません。次に Fire TV スティックの電源を取ります。今回は CarTV Mate の HDMI ポートの隣に USB-A ポートがありますので、こちらから電源を取ります。そうするとナビ画面に CarTV Mate の HDMI ポートに接続された Fire TV が起動してきます。これ新しい新品の Fire TV スティックを接続しているので、最初にリモコンとの接続や初期設定画面が出てきます。なので最初は画面の指示に従って設定していってください。言語やネットワークの設定をします。インターネットに接続すると Fire TV がアップデートの有無を確認します。アップデートがあると最新のソフトウェアをダウンロードし始めます。これ1年前に買ったものなんでアップデートそりゃありますよね。今アップデートしているのはこちらの Fire TV スティック側です。でこれ一気に最新のバージョンにアップデートはできないみたいで、何回もアップデートを繰り返します。まあ七草の場合は1年ぐらい眠らしておいたので、その分アップデートが多くなっているものだと思いますが、結構繰り返しましたね。これ4回目か5回目なんですが、まだある。終わるまでアップデートして再起動してアップデートして再起動しての繰り返しですので、ただひたすら待つしかないですね。最新の Fire TV スティックを買ったらこんなにアップデートはないと思います。はい、全てのアップデートと初期設定が終わるとこのようなホーム画面になります。これは Fire TV スティックをナビ画面に映しているだけなのでタッチ操作はできません。 P3 などの AI ボックスとは使い勝手が違います。 Fire TV スティックの操作は専用リモコンを使います。 AI ボックス用のリモコンとは
違って Fire TV のリモコンは操作がしやすいです。エアマウスのような使いにくいポインターはないので、リモコンの使いにくさで困ることはないと思います。あとはテレビで見るのと同じようにナビ画面で Fire TV を使うことで車内で YouTube や映画を見ることができます。使ってみて分かりましたが、これ設定にもよるのかもしれませんが、車で使う場合はリモコンの音量ボタンは効きませんでした。車のスピーカーの音量を調整するにはナビのこのダイヤルかステアリングの音量ボタン、これで調整できます。あとはリモコンで早送り、早戻しできます。今巻き戻しって言わないみたい。あとは音声検索ができますので、検索でいちいち一文字ずつ打たなくていいです。やってみましょう。スタジオ七草。このように検索文字を打たず音声検索ができます。この場合はリモコンがマイクになるのでリモコンに話しかけてください。続きまして七草は Amazon プライム会員になっていますので、プライムビデオを見てみましょう。プライム会員になっていればプライムビデオも見ることができます。こちらについても概要欄にリンクを貼っておきます。興味がある方は見てみてください。Fire TV スティックを車内で使いたい人にはめちゃくちゃいいと思います。このように他にも色々な映画を見ることができます。運転手以外の人のためにあるといいですね。純正ナビでルート検索をしてメーターパネルに地図を表示させると、ナビ画面では Fire TV を経由した YouTube や映画を見ながらメーターパネルにはルートを表示するということができます。他にもこれオッドキャストさんの動画に載っているものなんですが、ゲーム機も接続することができます。これは任天堂スイッチで遊んでるところです。長旅の時にはお子様を飽きさせないためにもいいと思います。 HDMI ポート追加でできることが広がります。カー TV メイトと車に接続するケーブルの長さはこれぐらいで、 Fire TV スティックですが本来テレビに接続して使うものなので、テレビとコンセントをつなげるほどのケーブルの長さが設けられています。電源はコンセントか他の USB-A ポートかですね。なのでこのケーブルをそのまま車内で使うと長すぎて邪魔ですね。車内であればこことここ Fire TV スティックとカー TV メイトの USB ポートがつながれば OK なので、あればめちゃくちゃ短いケーブルでいいですね。今回 Fire TV スティック側がマイクロ USB なので、マイクロ USB to USB-A のめちゃくちゃ短いケーブルがあったら、この辺のケーブルがごちゃごちゃしなくてもう少しスマートになると思います。ということでカー TV メイトはこのような使い方でした。もう一つの製品いきましょう。2つ目の製品はこちら、オッドキャストのプレイ2ビデオプロ。こちらはどのような製品かと言いますと、めちゃくちゃ簡単に説明すると、オッドキャストの AI ボックスピカソー2や P3 の廉価版モデルみたいな感じですね。オッドキャストの AI ボックスは非常に値段が高いんですが、好きなアプリを入れたりある程度自由に操作できて説明するのが大変なくらい機能があります。それに比べてこちらのプレイ2ビデオプロはできることは決まっています。限定されたことしかできなく、機能や性能をだいぶ落として値段を P3 の半額以下に設定したお手軽なアイテムといったところです。開封していっていますが、ケーブルの素材はピカソ2の時のようなビニールタイプ。付属のケーブルは USB-A to USB-C が1本、USB-C to USB のケーブルが1本。本体見ていきましょう。これめちゃくちゃ軽いんですよ。表面にオッドキャストのロゴがあって、側面から見ると中がほぼ空洞になっています。おそらくね、基板が1枚上に貼り付いていて、あとは USB ポート分の幅を持たせた非常にコンパクトサイズ。こちらに USB-C ポートがあって電源のポートです。逆側には USB-A ポートがあって、こちらは主に USB メモリを使ってファームのアップデートや保存した動画や音楽を再生できます。横には LED ランプがあります。背面はこんな感じです。プレイ2ビデオプロにはこのフィルムがついていたので、恒例のフィルム剥がしやっていきます。デロン。めちゃくちゃ綺麗。カーボンチックな表面ですね。はい、本体はこのような感じでした。次、説明書です。こちらもすべて英語と思いきや日本語表記もありました。はい、スペックを見ていきます。まず OS は Android 12、そして RAM が 2GB、ROM が 16GB となっております。RAM と ROM については最低限の構成となっておりますね。RAM と ROM、パソコンでいうメモリとストレージに値するところですが、これはピカソー2、P3 と比べてみても圧倒的低スペックとなっております。ちなみにピカソー2の RAM は 4GB で ROM は 64GB、P3 は RAM が 8GB で ROM が 128GB です。今回のプレイ2ビデオプロに関しては好きなアプリをインストールできるわけではないので、ストレージについては 16GB で十分かと思いますが、メモリーが 2GB、ここがねどのように動くかこの後触ってみるのが楽しみです。それではプレイ2ビデオプロ車内で取り付けていきましょう。
はい、また社内にやってまいりました。プレイ2ビデオプロ、どんな感じか試していきましょう。まず本体の USB-C ポート側にケーブルを接続します。このケーブルは対向側が USB-C のものでも USB-A のものでもどちらでも使えます。ご自身の車に合わせて使い分けてください。今回は車側も USB-C ポートを使います。USB-C ポートに接続したら手前側面の LED ランプが赤く光りました。これは通電状態です。しばらくすると LED が青色に変わりました。これは起動を意味します。同時にナビ画面に Android と表示します。そのまま完全に起動し終わるまで待っています。もうそろそろかな。起動したと思ったら自動で再起動がかかりました。これはおそらくキャリブレーションが走ったり各ナビの画面サイズに合わせるように自動で設定変更されて、それを適用するために再起動がかかるんだと思います。 AI ボックスの初回起動と同じ感じですね。はい、2回目上がってきました。英語表示ですね。これは P3 でも同じように走行中に画面を見るなとか操作するなとかの注意書きが書いてあります。右下のチェックボックスにチェックを入れて進むともう出てきません。このようにそのまま進むと次回起動時にまた同じ画面が表示されます。はい、起動しましたね。これがホーム画面です。ホーム画面は横にスクロールできる感じですね。とその前にデフォルトは英語表記だったので日本語に直しましょう。設定から下の方に行ってシステムを押します。そして一番上の Languages and Input から Languages を選択してこの画面になります。これ今日本語が上から2つ目になっているんですがタッチしても変わらないので右側の2つ線を押しながら一番上までスクロールします。これで日本語が一番上になりましたので言語が日本語になりました。一番左には再生中のものを表示する画面。次 Netflix がここにあります。そしてその隣 YouTube も入っています。次下に行きまして音楽アプリの Spotify も入っています。その隣 Apple CarPlay もここにありまして Play2 ビデオプロを経由してワイヤレスで CarPlay に接続できます。その隣 Android Auto ですね。 Android スマホをお使いの方はこちらからワイヤレス接続できます。そしてこれがオンラインでアップデートできるアプリです。あとプラスっていうマークがありますがここに好きなアプリを設定することができます。はい、そのまま左にスライドすると音楽アプリ YouTube Music が入っています。あとここに IPTV ってあるんですがこれ日本ではあんまり馴染みないんじゃないかな。進んでみましたけどよくわかりませんでしたので多分使わないと思います。はい、画面右側の縦列だいたい直感で操作できると思いますが一番下のボタンがアプリ一覧を表示するボタンです。この Play2 ビデオプロに入っているアプリ一覧を表示できます。はい、ここでこの製品の特徴を言っておきますが先ほどスペックのところでもちらっと言いましたがここにもともと入っているアプリ以外をインストールすることができません。なのでピカソ2や P3 のように好きなアプリを入れることができないんです。ここにアプリストアっていうのがあるから好きなアプリ入れられるんじゃないのって思うかもしれませんがこちらは主に現在入っているアプリのアップデート用のアプリみたいです。なのでこのアプリストアから好きなアプリをインストールするとかはできません。そもそもアプリをインストールするためのプレイストアがありません。なのでこの製品は Netflix、YouTube、YouTube Music、Spotify、IPTV このアプリしか使いませんという方であればお得に買えますというアイテムです。逆に言うとこのアプリしか普段使わない人はこの製品で十分かもしれません。かもしれないというのはちょっとこの後試してみてどうかですね。ラムが2ギガなのでそこが動きにどう影響するのかが気になってます。はい、右縦列の操作方法に戻りますが真ん中が戻るボタン、一番上がバックグラウンドで起動しているアプリを表示します。裏で起動しているアプリは横にスクロールで確かめることができて上にスライドすることで一つのアプリを終了できます。また下のゴミ箱ボタンから全てのアプリを一度に終了させることができます。それではインターネットに接続していきましょう。これ今右上の Wi-Fi マークにびっくりマークがついています。これはインターネットに接続されていないため設定からネットワークとインターネットここまで進んだら Wi-Fi がオフになっていたらオンにしてください。そうすると電波を探し始めますのでご自身の電波に接続してください。七草は社内 Wi-Fi を契約していますので社内 Wi-Fi に接続します。初回はパスワードを聞かれますので入力してください。はい、接続済みとなりましたらインターネットへの接続は完了です。右上の Wi-Fi マークにびっくりマークが消えましたね。これで Play2 ビデオプロに入っているアプリを楽しむことができます。あとデフォルトの時間が中国の時間になっていますので設定の中のシステムから日付と時刻を選択します。最初はここが中国標準時となっているんでね。
はい、下の方に行ってタイムゾーンを選択します。そしたら地域を選択。ずーっと下の方に行くと日本があるので日本を選択。そしたらタイムゾーンが東京になりましたね。これで OK です。戻ると日付と時刻が日本標準時となってますね。それともう一つ、画面右下の四角いボタンからアプリ一覧を表示できると言いましたが、これホーム画面のここの上矢印からも同じ画面に飛ぶことができます。はい、それではこのプレイ2ビデオプロ、動きはどんなもんか試していきましょう。まずは Netflix から。Netflix、七草は契約していませんので、起動画面まで見ていきます。これ起動までノーカットです。普段 AI ボックスで Netflix を使っている方、起動感いかがでしょうか？ここまでならあんまり差はわからないかもしれませんね。次 YouTube 見ていきましょう。画面の切り替わりに少し時間かかってますね。七草のページに飛んでみます。なるほど。画面の切り替わりがなんとなくワンテンポ遅い気がします。はい、七草のチャンネルまで来ました。ページが開いてしまえばそこからのスクロールとかの動きは問題ないですね。動画を見てみましょう。ここ聞いていてください。一旦止めます。わかりましたか？明らかに広告動画の音声が流れているんですが、その音声が流れ始めた時に画面はまだ暗かったり、この動画のサムネの画面なのに音声だけ先に流れているという、そんな現象が出てますね。もう一度いきます。こんな感じです。そのまま広告をスキップしました。今度は動画の音声が聞こえているのにサムネの画面が一瞬映ったりしますね。はい、YouTube はこのように動画の再生され始めとかがやや処理が追いついていないような動きに見えます。ある程度再生すると問題なかったので、最初の初動の動きに若干違和感を感じるかもしれません。あとはこのように早送りしてみても普通に見れますし、また見たいところまで戻しても問題なく再生されます。次の動画を選んだり、そのチャンネルに飛んでみたり、ホームに戻ったりを頻繁にする方で、画面の切り替わりが若干遅くても別にいいよという方には問題ないと思います。あとは全画面表示もできますし、細かいこだわりがなければ普通に YouTube も楽しめます。ホームボタンポチッと、このように押してから2秒後ぐらいに画面が切り替わります。毎回ではないんですけどね。今ホーム画面に戻っただけなので、バックグラウンドで YouTube が起動しています。この状態であれば YouTube を一から立ち上げるよりバックグラウンドの画面に切り替えるだけなので、ある程度は起動が早いと思いますが、やってみます。ポチッ。バックグラウンドからの切り替えだとこんな感じです。初動はあれなんか遅いなと思う時もあるかもしれませんが、全体的には問題なく使えます。廉価版なのでこういうものだと思います。逆に言うと低価格低スペックでもこれぐらいで見れます。続いて Spotify 行きましょう。起動までノーカットです。はい、上がってきましたね。初回なのでものすごく時間かかってるのかもしれません。初期設定は飛ばします。はい、Spotify 使っている方は車で Spotify 音楽アプリを楽しむことができます。今音楽アプリもいろいろありますね。アプリが上がった後の操作感は特に違和感は感じませんでした。動画アプリ2つのうち1つは Spotify でした。はい、音楽アプリ2つ目 YouTube Music を見ていきましょう。こちらも起動までノーカットです。YouTube Music の起動時間はこんな感じです。音楽アプリは YouTube Music を使っているという方はこの製品で使うことができます。やっぱり動画アプリだけではなくて、一人で運転するときは音楽を聴くことが多いと思いますので、音楽アプリは重要ですよね。音楽アプリも今すごいたくさんありますので、このプレイ2ビデオプロを使う場合は Spotify か YouTube Music となってしまいますが、当てはまる人にはいいと思います。YouTube Music 内の操作感はこんな感じです。今はアプリで好きな音楽を聴くことができるので便利な時代になりましたよね。音声検索もできます。ビートルズ。ナビ上だと打って検索するのはめんどくさいので、音声機能があるのは助かります。YouTube Music も問題なく使えます。
ではホームに戻りまして、他にできることを見ていきましょう。この雲のマークのアプリですが、オンラインでアップデートができるアプリです。これ今最新バージョンなのでアップデートする必要がないんですが、アップデートの必要がある場合はここからできます。次、こちらがカープレイです。プレイ2ビデオを経由してワイヤレスでカープレイに接続することができます。こんな感じでワイヤレスでカープレイに接続できます。プレイ2ビデオプロには地図アプリがインストールされていなく、またインストールすることもできないので、地図アプリを使いたい場合はカープレイに接続するか純正のナビを使うしかないですね。七草は iPhone ユーザーなのでカープレイを使用しましたが、 Android スマホユーザーは Android オートで同じようなことができます。次、 IPTV です。これね、七草使ったことないのでよくわかんないんですが、おそらく海外では使われているようなアプリのように見えますね。英語ベースなんで、日本でも使っている方いらっしゃるかもしれませんが、少し触ってみてもよくわかんなかったので七草は使わないと思います。もしね IPTV 使う方いらっしゃいましたら、このアプリも入っていますので使うことができます。あと下一列いきますか。まず一番左、 Bluetooth で電話することができます。左から2つ目、 Bluetooth で音楽を流すこともできます。左から3つ目、また音符マークですが、これは USB メモリーなどに好きな音楽を保存してローカルで再生できます。はい、次再生マーク。これも USB メモリーなどに動画を保存しておけばローカルで動画を再生することができます。次、ロケットボタンですが、これ押すと下の方にね Clean to Tap Condition と出てくるんですが、おそらくキャッシュクリアだと思います。はい、あとは設定メニューですね。何か設定を変えたり確認したいときはここから進みます。ということで、プレイ2ビデオプロはこのような製品でした。2つの製品を振り返っていきましょう。まずカー TV メイトですが、現在 HDMI ポートがない車にも簡単に HDMI ポートを追加できる。なおかつ接続した機器が走行中もキャンセラー不要で見ることができます。そのため Fire TV スティックやゲーム機、 DVD や地デジチューナーなど HDMI ポートに接続して使う機器が車で使えるようになります。なのでカー TV メイトは単体では使うことができません。あくまで HDMI ポートを増設する中継機だと思ってください。使用できる車種は優先式のカープレイに対応している車となります。ご自身の車が使用できるかどうか不安な場合はオッドキャストさんに確認してください。この製品は Fire TV スティックを家のテレビとかで使っていて、その環境を車にも構築したいなという方や、ハイスペックの AI ボックスである P3 が欲しいけどちょっと高いな、 Fire TV スティックで十分だなという方におすすめのアイテムです。 HDMI ポート増設なので Fire TV スティック以外にも使えますからね。続いてプレイ2ビデオプロです。こちらの製品は限定アプリのみ使用可能です。限定アプリというのは Netflix、YouTube、YouTube Music、Spotify、IPTV です。この5つは最初から入っていますが、 AI ボックスの P3 のように好きなアプリをインストールすることはできません。 Amazon プライムビデオは見れません。なので普段使っているアプリがこの5つの中で集結しているのであればぴったりなアイテムだと思います。この製品は価格を抑えた廉価版なので、その分スペックも低めとなっております。例えば画面分割ができなかったり、高積モニターに出力するための HDMI ポートがついていなかったりします。 RAM も 2GB です。ただし価格がハイスペック AI ボックスの半額以下なので、この製品で十分という方はたくさんいると思います。はい、プレイ2ビデオプロはこのような製品でした。ちなみにやっぱり AI ボックスはハイスペックで好きなアプリをインストールして自由に使いたいなという方は、以前に OddCast の OddAI ボックス P3 の動画も出していますので、気になる方はこちらの動画も見ていただいてぜひ比較してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それではここまで見ていただいた方にお得なクーポンがあります。こちらオッドキャストの公式のホームページなんですが、現在期間限定の大セールを行っています。オッドキャスト製品が最大 30% オフになっていて、今回紹介したカー TV メイトやプレイ2ビデオプロはがっつり 30% オフの対象となっております。期間は7月18日までです。なので購入を検討される方は7月18日までの現在が一番安い価格になっていますので、ぜひこの機会にゲットするのがおすすめです。またさらにこのセールに合わせて使える視聴者さん限定のクーポンがありますので、これはもう圧倒的最安値になります。この 30% オフにさらにクーポンが使えますからね。そのクーポンを使いたい方は必ず概要欄のリンクから商品のページに飛んでいただいて、そこでクーポンをお使いください。この後に説明します。
こちらオッドキャスト公式のホームページなんですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、そこから飛んでいただいて、まずカー TV メイトを1点購入する場合です。現在オッドキャスト公式ページで大セールを行っております。なんと 30% オフになっています。年間最安値となっております。動画収録時現在の状況ですと Amazon よりも公式のページの方が安いです。そして現在ですと無料特典で急速車載充電器がついてきます。これは何かというと、こちらですね。シガーソケットに差し込む USB-C と USB-A のポートがある充電器です。これがついてきます。ということで、まず商品をカートに追加します。そうするとこのページが出てきます。数量を確認して延長保証をつけたい人はここでつけます。そしたら下の方にチェックアウトとあるので、ここを進みます。はい、左の方でお支払いはショップペイ、ペイパル、Google Pay でお支払いすることができます。下の方に行くともちろんクレジットカードでのお支払いも対応しています。クレジットカードは Visa、マスターカード、JCB も対応しています。で、ここからです。この右側にクーポンコードという場所があります。ここに ST3000 と入力してください。 ST30 が3つです。入力したら適用するをクリックします。これで 30% オフの商品に対してさらなる追撃の3000円引きになります。これ購入する方は絶対に使ってくださいね。入力するだけで3000円分お得になります。はい、プレイ2ビデオプロを購入される方も同様です。まずカートに追加して下の方のチェックアウトを進みます。そしたらこちらも同じように右側のクーポンコードのところに ST3000 と入力してください。入力したら適用するを押すと3000円こちらも引かれます。ぜひ購入される方は使ってください。ちなみにこの ST3000 のクーポンは OTT AI Box P3 にも使えますので、この際に AI Box の P3 を購入される方もこの ST3000 のクーポンを使ってください。3000円引きになります。あともう一つ、今回の2つの製品をどちらも購入される方、2つの商品をカートに入れてチェックアウトに進みます。こちらも同じように ST3000 で3000円引きのクーポンが使えるんですが、ここで七草気づいてしまったんですよ。これ一つずつ買ってそれぞれの商品に ST3000 の3000円引きのクーポンを使えば一つの商品につき3000円引かれるので計6000円引きになりますと今ふと思ってしまいましたが、もしかしたら1人2回使えないとかあるかもしれませんので、実際にそこはね購入してみないと分かりません。でもね試す価値はあると思いますので、もし2つの製品を買おうとしている方は ST3000 のクーポンを1つずつ使うということをやってみてもいいかもしれません。こんなこと言ったら怒られちゃうかな。まあ安い方がいいですもんね。あと2つの商品で計45000円以上になる時に使える ST5000 という5000円引きのクーポンもあるんですが、今回もともと 30% オフの大セールやってるので2つ合わせても45000円いかないですね。なので ST5000 のクーポンは7月18日までのセールが終わってしまった場合にこの2つの製品を買うと45000円以上になるので、今回のこの大セールを見逃してしまった方はその際に45000円以上で使える ST5000 の5000円クーポンをお使いください。 ST5000 のクーポンは P3 や i3 には使えないことになっているのでご注意ください。7月18日で大セールは終わってしまいますが ST3000 や ST5000 の3000円引きもしくは5000円引きのクーポンは引き続き使えますので、購入される方はぜひご利用ください。以上、お得なクーポンと七草的クーポン攻略法でした。ということで今回はオッドキャストから出ている2つの製品を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。カー TV メイトは車に簡単に HDMI ポートを追加できますので、アウトランダーの年次改良で HDMI ポートが追加されていいなぁというコメントたくさんいただきましたが、これで簡単に追加できます。しかもキャンセラー不要です。ハイスペックの AI ボックス欲しいけど高いし Fire TV スティックを車で使いたいなという方にはめっちゃおすすめです。ほんと簡単に車に HDMI ポートを追加できます。続いてプレイ2ビデオプロはこれこそハイスペック AI ボックス P3 欲しいけど高いな、もうちょっと機能を落として安いものないかなという声に応えた廉価版のアイテムです。隠すことなくスペックは低めですがオッドキャストブランドの中で価格も低めです。 P3 の半額以下です。できることは限られていて、もともとインストールされているアプリ Netflix、YouTube、Spotify、YouTube Music、IPTV この5つを楽しむことができます。新
新しく好きなアプリをインストールすることはできません。なので YouTube の他に映画は Netflix、音楽アプリは Spotify か YouTube Music、 これがあれば十分だという方におすすめなアイテムです。七草はピカソ2も P3 も使ってきましたが、特にハイスペックな P3 と比べると当たり前ですが操作感が遅いなと思うことはありました。でもそういう若干のもっさり感とかは気にしないよという方には十分なアイテムだと思います。もちろんプレイ2ビデオプロもキャンセラー不要です。はい。そして2つの製品を見たけどやっぱり P3 が気になる。スペックが高くて好きなアプリをインストールできて 5:5 や3:7の画面分割もできて SIM カードもマイクロ SD カードも直接挿入できてミニ HDMI の出力ポートもついていて高積モニターがある方は前後で異なる画面を表示できる。何も妥協したくない方はこの P3 が間違いなくおすすめです。こちら最初の方でも言いましたが P3 について詳しい動画も過去に出しておりますのでよかったら見てくださいね。P3 にも今回のクーポン使いますので使ってください。今回の製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。クーポンが使えるのは概要欄リンク先のオッドキャスト公式のページです。また7月の16日17日に Amazon プライムデーセールがあります。プライムデーは年に一度のビッグセールです。特に Amazon 製品がめちゃくちゃ安くなるので今回の動画で使用した Fire TV スティックも概要欄に貼っておきます。気になる方はこちらもチェックしてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがアウトランダーに関する情報や車で使えるアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で See you again!